皆さんこんにちは。島田マシンツールチャンネルです。今日は多軸自動板の専用機編ということで、ある特定のワークに特化さえすれば、これほど早く加工できる、世界最速のスピードで加工できるという、実例を今日はお話ししたいと思います。早速ですが、ここに僕が持っているこの部品なんですが、これは自動車のブレーキに使うキャリパーピンとかブレーキピンとか、あとそのスライディングピンとか、あとガイドロッドとか、製作するお客さんだとか国によっていろんな呼び名があるんですが、僕たちはこう一般的にブレーキピンとかガイドロッドという言葉をよく使います。でこの部品はこちらが材料ですね、素材で、こちらが完成品で、どういった加工が施されるかというと、溝を加工して、それから単面を加工して、でセンタードリルやってドリルで穴開けして最後にタップと、それぐらいの工程がある部品になるんですが、1台の自動車に、少なくとも4つで、ディスクブレーキが4輪全てにある場合は、1台の自動車に8個使う非常に量産の部品ですね。非常にたくさんのボリュームを加工しなきゃいけない、そういう部品です。でこういった大ボリュームのワークをいかに効率的に、いかに早く加工できるか、あるいは少ない台数で加工できるか、これが生産性に直結してきます。そこで今日ご紹介したいのは、多軸自動板の中でも8軸自動板といって、スピンドルが8本、つまりチャックが8個ある機械なんですよね。で8個あるから工程を8個に分割して、だから最初のポジションとかはチャッキング、ローディングとかアンローディングに使って、で残りの7ポジションを、ワークが順繰りに移動しながら工程を一つ一つこなしていき、一周して戻ってきた時に完成と。で8分割もできるので、普通の機械に比べてうまくいけば本当に8倍のスピード、少なくとも5倍のスピードでは加工できるという機械です。ですのでワークの相性が、この機械と良ければ、もう本当にこの加工方法に勝るその方法はないという、そういうぐらいの断言していい機械になります。このブレーキピン、キャリパーピン、ガイドロッド、この部品については実際この東アジアではもうほぼうちの機械でありがたいことに加工していただいておりまして、他にも今ユーザーさんとしては例えばメキシコとか、チェコとかっていった国々、あとアメリカとかですかね、そういった国々でもこの8軸自動板当社の機械使っていただいてます。でじゃあ実際どういう、手順かというのを今から順番に説明していこうと思います。今機械の構造とか中でのワークの流れを見やすくするために、ちょうど今ちょっとカバーを取ったんですが、ワークの素材っていうのはこちらから投入されてきます。これはワーク材料、ワーク素材を、こういった吊り下げるような形でシュートですね、滑り台みたいな形でワークが機械の中に投入されていくという、そういった仕組みです。でここにお客様の方とか、あるいは我々でももちろん用意しますが、パーツフィーダー、ボールフィーダーっていうのを、この辺りに置いて、でそのストック数を確保して機械の中に投入されていくという、そういった仕組みです。でこの滑りシュートの方式以外にも、この部品を加工するためにいろんな仕組みを当社は提案してまして、この低い位置からコンベアで投入されていくといった方式もありますし、一個一個確実にワークを、機械に投入してあげるような、こういったシリンダーで持っていくような方式もありますし、お客様の要望に合わせていろんな仕組みを提案してます。この機械ではこのシュートでワーク素材が投入され、機械の中をずっと滑っていき、でこのシュートの一番エンドのところで90度倒して、であとは機械の内部にシリンダーで横に押し込んであげて、で下に下がって最後にチャックの中に押し込んであげる、チャッキングさせるといった、そういった仕組みです。でこのお客様では1台の機械で3品番とか4品番を対応させるようにしてますので、モデルによって全長長手寸法が違うんですよね。なのでチャックの中に押し込んであげる時に同時にここにあるゲージで長さ寸法、深さ寸法を測ってあげて、もしその違ったモデルが紛れ込んでしまったりとか、あるいは切り子だとかでチャックからワークが浮き上がってるとか、そういった問題があった時にはちゃんとここでポカよけ
検知できるようになってます。でチャッキングさせるポジションっていうのが、8個あるポジションのうちの1番目と2番目です。チャッキングが終わったら次にポジションの3番と4番に移って、そこではセンタードリルをやってますね。でポジションの5番と6番に来た時に単面の加工ですね、それからドリルの加工で規定の深さまで穴を開けてあげるという工程をやってます。で最後にポジションの7番と8番に来た時にタップ加工してそれで完成しますので、またポジションの1番と2番に戻ってきた時にワークを排出させるといったそういった仕組みです。でこのお客さんではこの部品の溝入れ加工っていうのをちょっと別工程でやってるんですが、その溝入れ工程もこの機械の中に含んでしまうことはできます。加工し終わったワークはここの滑り台を伝って搬送コンベヤーによってこの機械の右側面に排出される、ワークの流れとしてはだいたいそういった機械です。でこの機械っていうのは今だいたいサイクルタイムとしては8秒ぐらいで2個が完成しますので、1個で言えばだいたい4秒ぐらいですね。でこのガイドロッドとかブレーキピン、ブレーキキャリパーピン、そういった呼び名で呼ばれるワークですけど、この部品っていうのはもし一般的なシングルスピンドルの回単軸の NC 旋盤で加工した場合っていうのはだいたいローダー加工トータルで30秒から35秒ぐらいかかるかなというワークです。ちょっとローダーが遅いような機械であればもう40秒近くかかってしまうと思います。それに対して1個が4秒台ですので1台の機械でシングルスピンドルの8台分とかうまくいけば10台分ぐらいの仕事をこなす、非常に効率的な機械になります。でご覧のように機械の寸法としては一般的な NC 旋盤と特に占有面積は変わりません。なので非常に工場を効率的に単位面積あたりの売り上げをマックスにできる、そういった機械だと思います。